レッスン1、課題の克服。アンナさん、こんにちは。最近、いくつかの困難に直面していることに気づきました。何か気になることはある？こんにちは、ジョン。はい、私はいくつかのことで苦労してきました。それは主にモチベーションの欠如が原因だと思います。わかりました。モチベーションを維持するのは難しいかもしれませんが、役立つ戦略はあります。具体的な目標を設定してみましたか？はい、ありますが、それらを達成するために集中してコミットし続けるのは難しいと感じています。途中で障害物に遭遇することはよくあることです。一つのアプローチは、目標をより小さく、達成可能なタスクに分割することです。これにより、より管理しやすくなり、進歩感が高まります。それは実用的なアプローチのように思えます。小さな一歩を踏み出すことで、勢いをつけてモチベーションを保つことができます。絶対に。もう一つの役立つ戦略は、サポートシステムまたはアカウンタビリティパートナーを見つけることです。目標を誰かに伝えることで、励ましになり、順調に進むことができます。それは素晴らしいアイディアだ。自分の進歩を共有してくれる人がいると、責任感が高まり、続けたいというモチベーションが高まります。さらに、どんなに小さな成果であっても、それを祝うことは不可欠です。自分の進歩を認めることで、モチベーションと自信を高めることができます。そんなこと考えたこともなかった。小さな勝利を祝うことで、旅の間ずっと前向きでモチベーションを保つのに役立つかもしれません。間違いなく、自分にも優しくすることを忘れないでください。挫折したり、モチベーションが一時的に低下したりした場合は、セルフコンパッションを実践し、自分に負担をかけすぎないようにすることが重要です。それは貴重なリマインダーです。時々、私たちは自分自身の最も厳しい批評家になりがちです。困難な時期に自分自身に思いやりを示すことは、大きな違いを生むことがで絶きます。対に。最後に、同じような課題を克服した他の人からインスピレーションを得ることを検討してください。彼らの話や経験は、ガイダンスやモチベーションを与えてくれます。それは素晴らしい提案です。他の人の成功事例を聞くことは私を鼓舞し、自分の課題を克服する自信を与えてくれます。私はあなたを信じています。君にはどんな障害をも乗り越える強さと回復力がある。粘り強く、決して諦めないことを忘れないでください。ご支援と励ましをありがとうございます。これらの戦略を実行して、これからも突き進んでいきます。私はこれらの課題を克服する決意です。君がそうすることは間違いない。旅を受け入れ、経験から学び、成功を目指して努力を続けてください。これで決まりです。レッスン2、モチベーションの発見。アンナさん、こんにちは。最近少し落ち込んでいるようです。特に気になっていることはありますか？こんにちは。はい、最近少しやる気がなくなってきました。明確な方向性が見つからなかったからだと思います。なるほど。何を達成したいのかわからないと、モチベーションを見つけるのが難しいことがあります。さまざまな興味や趣味を探求することを考えたことはありますか？実は、私は持っています。何か新しいことをやってみようと思っていたけど、まだ何も決まってないんだ。それは素晴らしいスタートです。新しい興味を探求することは、自分が本当にワクワクするものを発見するのに役立ち、目的意識も得られます。
同感です。いろいろな趣味を試してみると、新しい可能性が開かれ、自分の情熱を見つけるのに役立つかもしれません。絶対に。また、現実的な目標を自分で設定することも重要です。まずは、自分の興味に合った達成可能な小さなタスクから始めましょう。それは理にかなっています。現実的な目標を設定することで、達成感が得られ、続ける意欲が高まります。さらに、自分の分野で成功を収めた他の人からインスピレーションを得ることも、モチベーションを高めることができます。その人の経験から学ぶことは常に役に立ちます。それは素晴らしいアイディアだ。成功している人から学ぶことで、貴重な洞察を得ることができ、自分の目標を追求するモチベーションにもなります。協力的で志を同じくする人々に囲まれることも、大きな違いを生む可能性があります。関心を共有するコミュニティやグループを探しましょう。そんなこと考えたこともなかった。協力的なコミュニティの一員であることは励ましになり、モチベーションを保つのに役立ちます。間違いなく、モチベーションは内側からも生まれることを忘れないでください。時間をかけて内省し、何が本当にあなたを駆り立て、インスピレーションを与えているのかを特定してください。それは良い点です。自分の価値観や願望を理解することで、方向性やモチベーションがより明確になります。最後に、どんなに大きくても小さくても、その過程で達成したことを祝ってください。自分の進歩を認めることで、モチベーションが高まり、続けられます。自分の功績を祝うことを忘れがちだ。自分の進歩を認めることは、モチベーションとポジティブさを保つのに間違いなく役立つでしょう。絶対に、自己発見の旅を受け入れ、新しい経験に心を開き続け、本当にやる気を起こさせるものを求めることを決してやめないでください。これで決まりです。レッスン3、ピクニック計画。アンナさん、こんにちは。週末の楽しいアイデアがあります。公園でピクニックをするのはどう？こんにちは、ジョン。それは素晴らしい計画のようですね。ピクニックはいつも楽しい。特に天気がいいときはね。絶対に、軽食や飲み物を持ってきて楽しむことができます。好きなピクニックスナックは何ですか？チップスが大好き。屋外での集まりにぴったりのカリカリで美味しいスナックです。チップスはすごい。いろんな味を必ず持ってきます。飲み物はどう？好みは？ピクニックにはレモネードやアイスティーがいいと思います。晴れた日の喉の渇きを癒すのに最適です。素晴らしい選択肢。レモネードとアイスティーを用意しておきます。ああ、座るのに心地よい毛布を忘れないで。間違いなく。ピクニックには快適な毛布が欠かせません。居心地の良い雰囲気を作り出し、草の汚れを防ぎます。完全に同意します。それでは、私たちがそこにいる間にできるいくつかの活動について考えてみましょう。何か提案はありますか？フリスビーやボールを持ってきてはいかがですか？屋外でゲームをしたり、親善試合をしたりすることもできます。私はそのアイデアが好きです。ゲームはピクニックに遊びの要素を加える。さらに、私たちをアクティブで夢中にさせてくれます。絶対に。美味しい料理、飲み物、
楽しいアクティビティなど、充実したピクニック体験をすることが重要です。同意した。また、心地よい雰囲気を醸し出すために、音楽やポータブルスピーカーの持ち込みも検討すべきです。それは素晴らしい提案です。音楽はどんな集まりにも素晴らしい雰囲気を加えます。明るい曲を演奏できます。パーフェクト。最後に、太陽や虫から身を守るために、日焼け止めや虫よけを忘れずに持参しましょう。良い点です。野外活動では安全性と快適性が重要です。日焼け止めと防虫剤は必需品です。絶対に、ピクニックを楽しみにしています。良い仲間と楽しいひとときがいっぱい詰まった楽しい一日になるだろう。これ以上は同意できませんでした。思い出に残るピクニックになりそうです。リラックスして、楽しんで、美しい天気を楽しむのが待ちきれません。私も、一瞬一瞬を味わって、素敵な思い出を一緒に作りましょう。レッスン4、目標設定と報酬。アンナさん、こんにちは。小さな目標を設定することがいかにやる気を起こさせるかを考えてきました。それに関して何か経験はありますか？こんにちは、ジョン。確かに、小さな目標を設定することは私にとって非常に効果的でした。集中力を保つのに役立ち、達成感も与えてくれます。それは嬉しいですね。その小さな目標をどうやって設定するんですか？私は通常、自分が達成したいことを特定することから始めます。次に、それをより小さく、管理しやすいタスクに分解します。大きな目標を小さなタスクに分割するのが賢いアプローチです。そうすることで、圧倒されにくくなり、達成しやすくなります。まさに、小さなステップで進捗を確認できると、モチベーションを維持しやすくなります。さらに、勢いを保つのにも役立ちます。同感です。途中でマイルストーンを祝うことも重要です。目標を達成したら、どのように自分へのご褒美をしますか？美味しい食事や友達とのお出かけなど、自分が楽しんでいるものを自分へのご褒美にするのが好きです。続けていくためのインセンティブが加わります。それは自分へのご褒美に最適な方法のように思えます。達成感を高め、旅をより楽しくしてくれます。間違いなく、私たちの努力を認め、感謝することが重要です。報酬は熱意と意欲を維持するのに役立ちます。絶対に、目標設定プロセスでモチベーションを保つためのコツはありますか？私にとってうまくいくことの一つは、最終結果を視覚化することです。集中力を保つのに役立ち、そもそもなぜ目標を設定したのかを思い出させてく視れます。覚化は強力な手法です。望ましい結果を念頭に置き、それに向けて努力を続けるモチベーションを高めます。また、自分の目標を信頼できる人と共有することも役に立ちます。これにより、説明責任とサポートのレベルが高まります。それは素晴らしい戦略です。目標を共有できる人がいると、貴重な励ましが得られ、責任を果たし続けることができます。間違いなく。最後に、プロセス全体を通して自分に優しくすることを信じています。進歩には時間と労力がかかることを認識することが重要です。セルフコンパッションが鍵です。挫折や課題は旅の一部であり、
そこから学ぶことは問題ないということを認識することが不可欠です。絶対に。自分に優しくすることは、前向きな考え方を維持するのに役立ち、前進し続けることを奨励します。よく言った。小さな目標を設定すること、自分自身に報酬を与えること、モチベーションを維持すること、そしてセルフコンパッションを実践することは、すべて成功を達成するための重要な要素レッです。スン5、フィットネスとエクササイズ。アンナさん、こんにちは。ワークアウトルーチンを始めることを考えています。どこから始めたらいいのか、何か提案はありますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。ワークアウトルーチンを始めるのは素晴らしいアイデアです。様々な長さのワークアウトを試して、自分に最も適したものを見つけることもできます。それは良い点です。始めたばかりの人には、どんなタイプのワークアウトをおすすめしますか？腕立て伏せ、スクワット、プランクなどの基本的な体重エクササイズから始めることをおすすめします。これらは効果的で、機器も必要ありません。体重のエクササイズは扱いやすいように聞こえます。毎週どれくらいの頻度でワークアウトを目指すべきですか？週に少なくとも3から4回のトレーニングを目指すことをおすすめします。筋力と持久力を高めるには、一貫性が重要です。了解しました。そして、各トレーニングセッションの所要時間はどれくらいですか？約20から30分の短いセッションから始め、フィットネスレベルが向上するにつれて徐々に時間を増やすことができます。それは理にかなっているように聞こえます。ワークアウトをもっと楽しくするために、他に何か提案はありますか？絶対に。運動をしながら明るい音楽を取り入れたり、ポッドキャストを聞いたりしてみてください。モチベーションを維持し、モチベーションを維持するのに役立ちます。音楽とポッドキャストは、ワークアウト中の相棒のように聞こえます。やってみるよ。他に何かアドバイスは？別の提案は、ワークアウトを変えることです。ヨガ、サイクリング、ダンスクラスなど、様々なエクササイズを試して、物事を面白く保つことができます。多様性は間違いなく物事をエキサイティングに保ちます。様々なワークアウトオプションを試して、自分が一番楽しいものを見つけます。それは素晴らしいアプローチです。ワークアウトを楽しむことで、モチベーションを維持し、フィットネスルーチンに専念しやすくなります。同感です。自分が本当に楽しめるアクティビティを見つけることが大切だ。役に立つ提案をありがとうございました。どういたしまして。ワークアウトの一貫性、多様性、楽しみを見つけることが長期的な成功の鍵であることを忘れないでください。楽しく体調を整えましょう。私がします。これらのヒントをフィットネスの旅に取り入れることを楽しみにしています。より健康的でアクティブなライフスタイルを実現しましょレッスン6、料理と食事の準備。アンナさん、こんにちは。夕食に美味しい自家製ラザニアを作りました。すごい香りがするよ。こんにちは、ジョン。クラシックに聞こえます。それに賛成する側はあった？はい、自家製ドレッシングで新鮮なシーザーサラダを作りました。ラザニアとの相性も抜群です。それは素晴らしい組み合わせのようですね。シーザードレッシングはどうやって作ったの？アンチョビ、ニンニク、ディジョンマスタード、レモンジュース、オリーブオイルを使った伝統的なレシピを使いました。
サラダにピリッとした風味が加わります。自家製ドレッシングはいつも美味しいです。いつか自分で作ってみないと。他に何か準備したの？ガーリックブレッドスティックも作りました。内側は柔らかく、外側はサクサク。毎回大ヒットです。ガーリックブレッドスティックはボリュームたっぷりの食事にぴったりです。ほとんど味わえます。彼らは本当にうまくいった。溶かしたバターでブラッシングし、ガーリックパウダーとパルメザンチーズを振りかけました。それは絶対に美味しいですね。お腹空いてるよ。ラザニアには何か特別な技法を使ったの？ラザニアには、パスタシートに濃厚なミートソース、クリーミーなリコッタチーズ、ネバネバしたモッツァレラチーズを重ねました。そして、完璧に焼き上げました。愛情のこもった仕事のようですね。努力する価値はあると思うよ。食事に加えたいことは他にありますか？食事の締めくくりに、さいの目に切ったトマト、新鮮なバジル、ニンニク、バルサミコ酢を使ったシンプルで風味豊かなブルスケッタ前菜を作りました。ブルスケッタはいつも大勢の人を喜ばせます。お食事はレストラン並みのごちそうですね。ありがとう。思い出に残る食事体験を作ることに力を注ぐことを楽しんでいます。他の人が食事を楽しんでいるのを見るのは満足です。想像できます。料理は創造性を表現し、他の人に喜びをもたらす素晴らしい方法です。料理に対するあなたの情熱はインスピレーションを与料理はえてくれます。私のお気に入りの趣味になりました。キッチンでいろいろな味を試したり、実験したりすることができます。それは素晴らしいです。私たちに喜びと充実感をもたらす活動を見つけることは重要です。素晴らしい仕事を続けて、お腹を空かせてください。ありがとうございます。優しい言葉に感謝します。早く自分で美味しい食事を作ってみる機会が訪れますように。レッスン7、買い物と交渉。こんにちは、アンナ、どう思いますか？オンラインで新しいノートパソコンをお得な価格で見つけました。こんにちは、ジョン。ワクワクする。どこで見つけたの？価格を比較して割引を確認しましたか？人気の EC サイトで見つけました。購入する前に、さまざまなプラットフォームの価格を比較して、最もお得であることを確認しました。それは賢いやり方だ。リサーチをして、最も競争力のある価格を見つけることは常に良いことです。割引やプロモーションは見つかりましたか？はい、運が良かったです。ラップトップの元の価格からさらに 20% 割引になる割引コードを見つけました。これはお買い得品でした。それは驚くべき割引です。購入された商品に適用されるよう、利用規約を必ずお読みになりましたか？絶対に。詳細をよく読み、購入したい特定のラップトップモデルに割引コードが有効であることを確認しました。徹底しているのは素晴らしい仕事です。驚きや失望を避けるために、細字部分を再確認することが不可欠です。これ以上は同意できませんでした。購入する前に注意して十分な情報を得た方が良い。最近、何かお得な情報が見つかりましたか？
はい、最近新しいランニングシューズを購入しました。いろいろな店の価格を比較して、なんとかクリアランスセールのある店を見つけました。それは素晴らしい。クリアランスセールでは、多くの場合、大幅な割引が行われます。さらに価格交渉をしてみましたか？私はやった。営業担当者に追加割引の余地はないかと丁寧に尋ねたところ、少しの追加割引をくれることに同意してくれました。交渉は試してみる価値があります。自信を示し、時にはさらに良い取引につながることもあります。他に何かを買い物のコツを教えてもらえますか？一つのヒントは、お気に入りの店舗のニュースレターやロイヤルティプログラムに登録することです。彼らはしばしばメンバーに特別割引やオファーを送ります。それは賢い戦略です。メーリングリストに登録しておけば、特別なプロモーションを見逃すことはありません。ヒントをありがとどういたしまして。ショッピングは楽しいものですが、賢く考えることが大切です。新しいノートパソコンを楽しんでください。ハッピーショッピング。う。ありがとうございます。ラップトップにワクワクしています。アドバイスにも感謝します。あなたもショッピングを楽しんでください。もっとお得な情報が見つかりますように。レッスン8、街と美味しい料理を探検しよう。アンナさん、こんにちは。街の公園や庭園をのんびりと散歩したことはありますか？こんにちは、ジョン。リラックスできそうだね。はい、街の中心部で緑地を探索したり、自然を楽しんだりするのが大好きです。リラックスして周りの美しさを鑑賞する素晴らしい方法です。どの公園や庭園を訪れたことがありますか？セントラルパークに行ったことがあり、ピクニックやピープルウォッチングを楽しみました。植物園も私のお気に入りの一つです。セントラルパークは象徴的です。賑やかな街から離れて静かに逃れることができます。植物園内の特定の庭園を訪れたことはありますか？はい、満開のバラ園を探索しました。鮮やかな色と香りの良い香りは、息を飲むほどでした。それは楽しそうですね。花が咲き誇る庭園には、私たちを魅了する方法がある。写真撮った？もちろん、その美しさをカメラに収めずにはいられなかった。そんな思い出を振り返れるのはいいことだ。写真はそれらの特別な瞬間を保存するための素晴らしい方法です。自然の美しさは本当に畏敬の念を起こさせます。美しさといえば、街の食べ物はどうでしょああ、食べ物。この街には多様な料理シーンがあります。誰の好みにも合うものがあります。どんな料理が好きですか？私はイタリア料理のファンです。街には本格的で美味しいパスタ料理を提供する素晴らしいイタリアンレストランがいくつかあります。イタリア料理はいつも良い選択です。他におすすめの料理を食べたことがありますか？はい、最近新しいタイ料理レストランを試しました。味は大胆で、料理には香り豊かなスパイスがたっぷり入っていました。それは楽しい経験でした。タイ料理はその鮮やかな味で知られています。あのレストランをチェックしないといけない。そこの料理で好きなものはありますか？パッタイとグリーンカレーが絶品でした。甘み、酸味、
辛みのバランスが絶妙でした。それらは古典的なタイ料理です。考えているだけでお腹が空いてきます。他に食べ物好きにおすすめなことはありますか？デザート好きの方には、美味しいペストリーやケーキを提供する有名なベーカリーが街にあります。彼らのチョコレートエクレアは必見です。私はペストリーが苦手だ。そのベーカリーをリストに必ず追加するよ。推薦ありがとうございます。どういたしまして。公園や庭園を探索したり、さまざまな料理を試したりすることは、街の美しさを満喫する素晴らしい方法です。冒険を楽しんでください。レッスン9、旅行に関する悩みと払い戻し。こんにちは、アンナ、どう思いますか？フライトが土壇場でキャンセルになった。ああ、いや、がっかりしたに違いない。こんにちは、ジョン。はい、かなりイライラしました。旅行を本当に楽しみにしていました。ありがたいことに、航空会社は払い戻しをしてくれました。それは安心です。返金を受けるのに大変な手間がかかったんですか？驚いたことに、いいえ。航空会社のカスタマーサービスに連絡したところ、問題なく払い戻しが処理されました。スムーズな体験でした。それは聞いてよかった。旅行の中断に対処するのはストレスになることもありますが、払い戻し手続きが手間いらずで済むのは素晴らしいことです。代替オプションは提供されましたか？彼らは私を後のフライトに再予約することを申し出ましたが、私の計画は時間に敏感だったので、代わりに払い戻しを選択しました。それは理解できます。場合によっては、再予約が最も便利なオプションではないことがあります。また、予約した宿泊施設やアクティビティの払い戻しも受けられましたか？幸いなことに、私が予約した宿泊施設やアクティビティのほとんどには、柔軟なキャンセルポリシーがありました。そのため、それらについても払い戻しを受けることができました。このような状況では、柔軟なキャンセルポリシーが命を救います。予約する前に、必ずキャンセル条件を確認することをお勧めします。旅行保険に加入していましたか？はい、旅行のキャンセルをカバーする旅行保険に加入していました。経済的に守ってもらえると分かっているので、安心できました。旅行保険は賢い投資になり得ます。不測の事態に伴う財務リスクの軽減に役立ちます。他に考えていた旅行計画はありますか？はい、代わりに地元での休暇を計画することを検討しています。近くの目的地を探索するのも同じくらいエキサイティングで便利です。最近、旅行中の事故に遭ったことはありますか？幸いなことに、最近大きな事故はありません。しかし、予期せぬ変化や緊急事態が発生した場合に備えて、常にバックアップ計画を立てています。それは賢いアプローチです。旅行には不測の事態への備えが不可欠です。旅行の中断に対処するためのヒントはありますか？一つのヒントは、カスタマーサービス担当者とやり取りするときは、落ち着いて辛抱強く待つことです。礼儀正しく理解していれば、彼らは助けてくれる可能性が高くなります。絶対に。前向きな姿勢を保つことは、問題を円滑に解決するのに大いに役立ちます。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。これからの旅が、スムーズな旅と思い出に残る冒険に満ちていることを願っています。安全な旅を。
レッスン10、素晴らしいアイデアと問題解決。アンナさん、こんにちは。明るさを調整できる新しいランプを見たことがありますか？実用的ですね。こんにちは、ジョン。はい、あります。部屋の照明をコントロールできるのは素晴らしいことです。自宅での照明の好みにはどのように対処していますか？日中は自然光、夜は調節可能なランプを組み合わせて使用しています。さまざまなアクティビティに適した雰囲気を作り出すのに役立ちます。それは賢いアプローチです。照明は私たちの気分や生産性に大きく影響します。お気に入りの照明設定はありますか？リラックスしたい夕方には、もっと柔らかくて暖かい光が好きです。日中は、できるだけ自然光を取り入れるようにしています。同感です。自然光は空間をより開放的で居心地の良いものにしてくれます。スマート照明ソリューションを試したことはありますか？はい、スマートフォンで制御できるスマート電球がいくつかあります。明るさを調整したり、必要に応じて色を変えたりできると便利です。それは印象的です。テクノロジーのおかげで、照明の好みをパーソナライズするのがずっと簡単になりました。省エネオプションはいかがですか？うち中どこでも LED 電球に切り替えました。エネルギー消費量が少なく、寿命も長くなります。環境と私の財布の両方にとってメリットがあります。LED 電球は素晴らしい選択肢です。エネルギー効率が高いだけでなく、発熱量も少なくて済みます。照明の課題に直面したことはありますか？はい、明るすぎたり暗すぎたりする適切なバランスを見つけるのが難しい場合があります。各部屋のスイートスポットを見つけることがすべてです。適切なバランスを見つけるのは少し難しいかもしれませんが、調整可能な照明オプションを使用すると、雰囲気を簡単にカスタマイズできます。適切な電球を選ぶためのヒントはありますか？電球を選ぶときは、色温度を考慮してください。暖かい色調はリラックスするのに適していますが、冷たい色調は集中した作業に適しています。それは役に立つヒントです。それぞれの空間に求める雰囲気を考えることが大切です。照明はインテリアデザインにおいて重要な役割を果たします。装飾用の照明は試したことがありますか？リビングルームに心地よく気まぐれな雰囲気を加える装飾用のストリングライトがいくつかあります。夜には素敵な雰囲気を醸し出します。ストリングライトは確かに空間を変えることができます。魅力を添え、暖かく居心地の良い雰囲気を作り出します。他に探求したい照明のアイデアはありますか？照明と音楽を同期させたり、自然光のパターンをシミュレートしたりできるスマートホームシステムに興味があります。これらを試してみるのも面白いでしょレッスン11、海外旅行の必需品。アンナさん、こんにちは。あなたも海外旅行をしていますか？こんにちは、ジョン。はい、そうです。来月ヨーロッパへの旅行を計画しています。旅行の要件をご存知ですか？絶対に。海外旅行には十分な準備が不可欠です。目的地のビザ要件を確認しましたか？はい、事前にビザの要件を調べておきました。幸いなことに、私の目的地では観光客がビザなしで入国できます。それは便利です。ビザを申請する手間が省けます。
旅行保険を調べたことはありますか？はい、医療上の緊急事態、旅行のキャンセル、手荷物の紛失をカバーする旅行保険に加入しました。このような保護対策を万全にすることが重要です。賢明な決断。旅行保険は不測の事態が発生した場合でも安心と経済的安全を提供します。健康に関する要件を知っていますか？はい、目的地の健康要件を確認しました。出発前に新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提出し、到着時に検疫プロトコルに従う必要があります。それは非常に重要です。健康に関するガイドラインについて常に情報を得ておくことは、安全でスムーズな旅を保証するのに役立ちます。通貨の手配はしましたか？はい、現地の現金を手元に置いておくために通貨を交換しました。ちょっとした出費やカードが使えない場所ではいつでも役に立ちます。いい考えだ。現地通貨を持っていると、特に遠隔地での取引が容易になります。国際 SIM カードは持っていますか？はい、複数の国でデータ及び通話サービスを提供する国際 SIM カードを購入しました。これにより、旅行中ずっと接続できます。それは便利です。旅行中に信頼できるコミュニケーションを取ることは不可欠です。宿泊の手配は済ませましたか？はい、快適な滞在ができるように、事前に宿泊施設を予約しました。中心部に位置し、よく評価されているオプションを探しました。素晴らしい選択です。事前に宿泊施設を調べて予約することで、土壇場でのストレスから解放されます。詳細な旅程は準備できましたか？はい、行きたい場所とやりたいアクティビティを盛り込んだ大まかな旅程を作成しました。方向性がわかり、時間を有効活用するのに役立ちます。素晴らしい。予定表を用意しておくと、旅行を最大限に活用でき、必見のアトラクションを見逃すことがなくなります。交通手段を検討したことはありますか？はい、公共交通機関、タクシー、ライドシェアリングサービスなどの交通手段を調査しました。場所ごとに最も便利で費用対効果の高いオプションを選びます。スマートなアプローチ。現地の交通手段をよく理解しておくと、時間を節約でき、街を効率的に移動できます。他に何か準備していることはありますか？また、ユニバーサル電源アダプター、快適なウォーキングシューズ、旅行用サイズのトイレタリーキットなどの必需品も用意しています。様々な状況に備えておくことが重要です。これは包括的なリストです。必要なものを適切に梱包することで、スムーズで楽しい旅行が保証されます。ヨーロッパを探索して素晴らしい時間を過ごしてください。レッスン12、ウェブサイトの最適化と SEO。アンナさん、こんにちは。検索ランキングを上げるためにウェブサイトを最適化することについて聞いたことがありますか？これにより、視認性が大幅に向上します。こんにちは、ジョン。はい、あります。SEO、検索エンジン最適化は、ウェブサイトへのオーガニックトラフィックを促進する上で重要な役割を果たします。SEO テクニックにどのいくつか程度の調査を精通してい行い、ますか？関連するキーワードの使用、メタタグの最適化、質の高いコンテンツの作成について学びました。どのような戦略を思いつきましたか？
ウェブサイトの速度を上げる、画像を最適化する、信頼できるソースからのバックリンクを構築するなど、いくつかの戦略があります。これは継続的なプロセスです。モバイル最適化を検討したことはありますか？絶対に。モバイルデバイスの利用が増えるにつれ、モバイルフレンドリーなウェブサイトを持つことは非常に重要です。これにより、様々なデバイスを使用するユーザーにシームレスなエクスペリエンスを提供できます。ユーザーエクスペリエンスはどうですか？ウェブサイトの成功にはユーザーエクスペリエンス (UX) が不可欠です。これには簡単なナビゲーション、わかりやすい行動を促すボタン、レスポンシブデザインなどの要素が含まれます。ウェブサイト監査を実施したことはありますか？オンラインツールを使用してウェブサイト監査を実施しました。技術的な問題、壊れたリンク、または改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。ローカル SEO について調べたことはありますか？はい、ローカル SEO は特定の地域をターゲットとする企業にとって重要です。そのためには、ローカルキーワードを最適化し、Google マイビジネスなどのプラットフォームに掲載してもらう必要があります。コンテンツマーケティングについてはどうですか？コンテンツマーケティングは強力な戦略です。価値ある有益なコンテンツを作成することは、ユーザーを引きつけるだけでなく、検索エンジンのランキングの向上にも役立ちます。ソーシャルメディア統合を検討したことはありますか？はい、ソーシャルメディアを当社のウェブサイトに統合することで、エンゲージメントを高め、トラフィックを増やすことができます。ソーシャル共有ボタンを設置し、様々なプラットフォームで視聴者とつながることが重要です。アナリティクスとトラッキ Google アンナグについリティクスのてはどうような分ですか？析ツールは、ウェブサイトのパフォーマンス、ユーザーの行動、トラフィックソースに関する貴重な洞察を提供します。これらは、最適化の取り組みの効果を追跡するのに役立ちます。音声検索の最適化を検討したことはありますか？音声検索はますます人気が高まっています。ウェブサイトを音声クエリ用に最適化することで、音声検索結果に表示される可能性を高めることができます。これは注目すべき新たなトレンドです。ページの読み込み速度の重要性についてユーザーエクはどうですか？スペリエンスと検索エンジンのランキングにとって非常に重要です。画像の最適化、コードの縮小、キャッシュ技術の使用は読み込み時間の改善に役立ちます。バックリンクの世界を探検したことはありますか？はい、評判の良いウェブサイトから高品質のバックリンクを構築することは SEO にとって重要です。これにより、当社のウェブサイトが信頼でき、関連性があることが検索エンジンに示されます。ソーシャカルプルスタマーレーフのビューや影響を紹介調べた文などのことはあ社会的ります証拠は、か？ユーザーの信頼とエンゲージメントに大きな影響を与えます。当社のウェブサイトにソーシャルプルーフ要素を組み込むことは、SEO にプラスの影響を与える可能性があります。メタ、ディスクリプションの役割について考えたことはありますか？メタディスクリプションは、検索結果に表示されるウェブページの簡潔な要約を提供します。説得力のある関連性の高いメタディスクリプションを書くことで、クリックスルー率を高め、SEO を向上させることができます。ロングテールキーワードの威力についてはどうでしょうか？よりターゲットを絞っています。ニッチ検索で上位にランクインし、特定の情報や商品を探しているユーザーを引きつけるのに役立ちます。ピラーページの概念について調べたことはありますか？レッスン13、価格設定と料金。アンナさん、こんにちは。価格体系についてお話ししたいと思います。シャツ、パンツ、スーツの料金は異なります。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。お客様の様々なニーズに応えるには、様々な価格オプションを用意することが重要です。料金はどのように決定したのですか？料金を設定する際には、材料費、
人件費、諸経費などの要素を考慮しました。また、市場競争も考慮に入れました。それは理にかなっているように聞こえます。競争力と収益性の確保のバランスを取ることが重要です。割引やプロモーションの提供を検討しましたか？はい、新規のお客様にはお試し割引があり、特別な機会には不定期にプロモーションを実施しています。新規ビジネスの誘致やリピーターの誘致に役立ちます。素晴らしいアイデアです。割引やプロモーションを提供することで、切迫感が生まれ、顧客がその特典を利用するようになります。様々な価格帯を設定しましたか？はい、使用する素材の品質、衣服の複雑さ、およびお客様から要求されるカスタマイズのレベルに応じて、様々な価格帯があります。それは賢いアプローチです。価格を様々な階層に基づいて分類することで、顧客は自分の好みや予算に合ったオプションを選択できます。オプションをまとめることを検討しましたか？はい、クリーニングやリフォームのために複数の衣類を選択した場合に割引を受けることができるバンドルオプションを提供しています。これにより、お客様は当社のサービスをより頻繁に利用するようになります。これは、アップセルして顧客ロイヤルティを高めるための優れた方法です。バンドルオプションは顧客に付加価値と利便性を提供します。会員制プログラムの提供を考えたことはありますか？はい、お客様が月額または年額の料金を支払うと、割引料金のほか、優先サービスや無料変更などの追加特典を受けるメンバーシッププログラムがあります。これは、顧客との長期的な関係を築くための素晴らしい方法です。メンバーシッププログラムは、独占感を生み出し、顧客のロイヤルティ維持を促します。季節限定価格を検討しましたか？はい、サービスの需要が高いピークシーズンには、料金が若干高くなります。増加する作業負荷を管理し、質の高いサービスを維持するのに役立ちます。それは賢い戦略です。季節性に基づいて価格を調整することで、高まる需要を活用し、収益を最適化することができます。アドオンサービスの提供を考えたことはありますか？はい、シミの除去、衣類の修理、特別な梱包などの追加サービスを、衣類に特別なケアが必要なお客様向けに提供しています。より多くのオプションとアップセルの機会を提供します。これは、特定の顧客ニーズに依頼、サービスの価値を高めるための優れた方法です。アドオンサービスにより、競合他社との差別化を図ることができます。地理的な価格差を考慮しましたか？はい、運営コストや現地の市況などの要因に基づいて、場所ごとに料金が異なります。これにより、地域の変動に適応することができます。それは思慮深いアプローチです。地理的な価格差を考慮することで、当社の料金が引き続き競争力を持ち、現地の市場を反映したものになります。ロイヤルティ特典の提供を考えたことはありますか？はい、お客様が使用するサービスごとにポイントを獲得できるロイヤルティリワードプログラムがあります。その後、これらのポイントを割引や無料サービスに交換できます。レッスン14、ロードトリップ計画。アンナさん、こんにちは。ロードトリップに行くのは楽しいだろうと思っていました。途中で風光明媚な景色を楽しむことができました。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えます。ロードトリップは、新しい場所を探索し、忘れられない思い出を作る素晴らしい方法です。
目的地について考えたことはありますか？いくつかのオプションを調査してきました。山へのドライブ旅行はいかがですか？息を飲むような景色を眺めたり、アウトドアアクティビティを楽しんだりできます。それは素晴らしいですね。山岳地帯は穏やかで爽やかな環境です。ロードトリップの所要時間を考慮しましたか？はい、1週間の旅行を考えていました。自然の美しさに完全に浸り、さまざまなアトラクションを探索するのに十分な時間を与えてくれるでしょそれは完璧に聞こえます。1週間の旅行では、時間をかけて各目的地を心から楽しむことができます。このルートについて考えたことはありますか？う。実際、私はルートを計画してきました。最も風光明媚な道路を走り、途中で注目すべきランドマークを訪れたいと思っています。それは素晴らしい計画です。風光明媚な道路のあるルートを選ぶと、全体的な体験が向上し、素晴らしい写真撮影の機会が得られます。宿泊施設を検討しましたか？はい、さまざまなオプションを検討してきました。山の中にある居心地の良いキャビンやロッジに泊まるのはワクワクすると思います。それは居心地がよく魅力的に聞こえます。キャビンやロッジに滞在すると冒険が深まり、自然とつながることができます。食事について考えたことはありますか？絶対に。途中で郷土料理を試してみるのも楽しいだろうと思いました。小さな町を探索したり、ユニークな食事体験を見つけたりすることができます。それは素晴らしいアイディアだ。郷土料理を試してみると、旅に美味しさが加わり、その地域の味を味わうことができます。アクティビティやアトラクションを検討したことはありますか？そうですね。ハイキングコースや展望台、絶景スポットを写真撮影のためにリサーチしてきました。自然の美しさに身を浸すのは素晴らしいことです。それは素晴らしいですね。ハイキングコースを探索したり、写真で息を飲むような景色を撮影したりすると、旅がさらに思い出深いものになります。安全対策は考えましたか？安全は最優先事項です。旅行前に車をしっかり点検してもらい、救急箱やスペアタイヤなどの緊急用品を携行します。それが責任ある計画です。必要な安全対策を講じることで、スムーズで心配のない旅が保証されます。旅先でのエンターテインメントは考えましたか？はい、お気に入りの曲やポッドキャストを使ってロードトリップのプレイリストを作成できたらいいと思いました。ドライブ中も楽しませてくれます。それは素晴らしいアイディアだ。厳選されたプレイリストと興味をそそるポッドキャストがあれば、旅が楽しくなり、あっという間に時間が過ぎてしまいます。予算について考えたことはありますか？はい、宿泊、食事、アクティビティの費用を見積もっています。予算を立てて、それに見合った計画を立て、過剰支出を避けることが重要です。それは賢明なアプローチです。予算を設定することで、情報に基づいた意思決定が可能になり、ストレスのないロードトリップが可能になります。冒険にワクワクしていますか？絶対に。旅に出て、あなたと一緒にこのスリリングな冒険に乗り出すのが待ちきれません。忘れられない経験になるでしょう。レッスン15、優先順位のバランス。アンナさん、こんにちは。優先順位のバランスについてお話ししたいと思います。それは重要だと思いませんか？こんにちは、ジョン。もちろん、健康で充実した生活を維持するためには、様々な優先事項のバランスを見つけることが不可欠です。
時々罪悪感を感じることはありますか？はい、そうです。人生のあらゆる面に同じように注意を払うことができないことに罪悪感を感じることがあります。しかし、特定の事柄に異なるタイミングで優先順位をつけることは問題ないと自分に言い聞かせています。それは素晴らしい考え方です。すべてを一度に行うことはできないことを認識することが重要です。優先順位をつけることで、現時点で最も重要なことに集中できます。優先順位をどのように管理していますか？タスクのリストを作成し、緊急度と重要度に基づいて分類するようにしています。整理整頓を保ち、最も重要なタスクに最初に取り組むのに役立ちます。これは実践的なアプローチです。トゥードゥリストを作成し、緊急度と重要度に基づいてタスクに優先順位をつけると、仕事を順調に進め、圧倒されずに済みます。仕事と私生活のバランスを取るための戦略はありますか？はい、境界線を設定して、仕事に集中できる時間と、個人的な活動や人間関係のための充実した時間を確保できるスケジュールを確立するようにしています。それは賢明な戦略です。境界線を設定してスケジュールを作成することは、健全なワークライフバランスを維持するのに役立ち、両方の分野にふさわしい注意が払われるようにします。相反する優先事項にどう優先対処順位がしています対立するか？場合、私はそれぞれのタスクの重要性と緊急性を評価します。次に、すべての優先事項に何らかの方法で対処できるように、妥協点を見つけたり、支援を求めたりします。それは思慮深いアプローチです。相反する優先事項の重要性と緊急性を評価することは、情報に基づいた意思決定を行い、他の分野への影響を最小限に抑える解決策を見つけるのに役立ちます。どのようタスクに優に時間を先順位をつ効果的けたり、に管理期してい限を設ますか？定したり、気を散らすものを最小限に抑えたりするなどの時間管理テクニックを実践するようにしています。空いている時間を最大限に活用するのに役立ちます。それは素晴らしいです。生産性を最大化し、タスクを効率的に完了させるには、時間管理手法が不可欠です。優先順位のバランスを取る際に課題に直面したことはありますか？はい、予期せぬ状況や作業負荷の増加により、優先順位のバランスを取ることが困難になったことがあります。そのような時には、変化に対応できるように再評価し、調整する必要がありました。それは理解できます。人生にはしばしば予期せぬ試練が投げかけられる。優先順位を柔軟かつ順応的に調整することで、これらの課題を効果的に乗り越えることができます。優先順位が競合する中でセルフケアを行うにはどうすエクればよいササイズ、でしょうか？趣味、大切な人との充実した時間など、元気を取り戻すアクティビティの時間をスケジュールすることで、セルフケアを優先しています。レッスン16、カスタマーサービス。アンナさん、こんにちは。カスタマーサービスについてお話ししたいと思います。ビジネスの成功に欠かせない存在だと思いませんか？こんにちは、ジョン。顧客との強固な関係を築き、顧客満足度を確保するためには、顧客サービスは不可欠です。他に何か必要な場合は、遠慮なくお問い合わせください。今日は何かお手伝いしましょうか？ご協力いただきありがとうございます。製品保証について質問がありました。もっと詳しい情報を教えていただけますか？確かに。当社の製品保証は、購入日から1年間、製造上の欠陥を対象としています。この期間内に問題が発生した場合は、お知らせください。喜んでお手伝いさせていただきます。それは知っておくと素晴らしいことです。保証範囲には感謝しています。カスタマーサービスに問い合わせる必要がある場合、
どのような手段を利用できますか？カスタマーサポートには複数のチャンネルがあります。電話、電子メール、または当社ウェブサイトのオンラインチャットサポートを通じて当社にご連絡いただけます。弊社はお客様が抱えるあらゆる懸念におそれは依頼し、便利です。解決す個々るための好みににここ応じて、にいます。様々な方法でカスタマーサービスに連絡できると便利です。通常、返答を受け取るまでどのくらいかかりますか？私たちはお客様にタイムリーな対応を提供するよう努めています。通常、メールでのお問い合わせは24時間以内に対応し、営業時間中は電話やチャットサポートによる即時サポートを期待できます。それは心強いですね。問題を効率的に解決するには、迅速な対応が重要です。記者の製品やサービスに関する提案やフィードバックがある場合はどうすればいいですか？お客様からのフィードバックや提案を大切にしています。ウェブサイトのフィードバックフォームからご意見をお寄せください。ご意見は慎重に検討し、製品とサービスを改善します。それは嬉しいですね。企業にとって顧客の声に耳を傾け、フィードバックに基づいて継続的に改善することが重要です。注文を追跡するにはどうすればいいですか？注文を追跡するには、当社のウェブサイトでアカウントにログインし、注文履歴セクションに移動してください。そこには、注文状況と配送追跡に関する詳細情報が表示されます。それは便利です。注文追跡情報にアクセスできれば、顧客は購入に関する情報を常に把握できます。製品を受け取った後にサポートが必要な場合はどうすればいいですか？製品を受け取った後にサポートが必要な場合は、カスタマーサービスチームがお手伝いします。ご不明な点がございましたら、当社にご連絡ください。お客様をサポートし、満足のいく解決策を提供できるよう最それは善を尽く心しま。強いですすね。カスタマーサポートが購入だけにとどまらないことを知っていると、全体的にポジティブな体験につながります。ご協力いただきありがとうございます。レッスン17、料理の冒険。こんにちは、アンナ。料理について話したいと思いました。料理を通して絆を深めるのは素晴らしい経験だと思いませんか？こんにちは、ジョン。もちろん、一緒に料理することは、他の人とつながるための楽しくて美味しい方法です。どんなレシピを試してみたらいいと思いますか？自家製ピザを作ってみませんか？用途が広く、トッピングも自分好みにカスタマイズできます。美味しそう。ピザを一から作るというアイデアが大好きです。クラストの種類は薄いか厚いかどっちがいい？個人的には薄い精緻のピザが好きです。サクサクの食感がトッピングと相性抜群です。どんなトッピングがおすすめですか？フレッシュトマト、モッツァレラチーズ、バジルの葉が入ったクラシックなマルゲリータピザが大好きです。シンプルだけど風味豊かです。あなたはどう？マルゲリータピザは素晴らしい選択です。ペパロニ、マッシュルーム、ピーマンの組み合わせも好きで、より風味豊かでカラフルな選択肢です。美味しい組み合わせだね。様々なトッピングを試して、ユニークなフレーバープロファイルを作るのは楽しいです。ピザソースも自分たちで作るべきでしょうか？絶対に。自家製のピザソースは味を引き立てます。フレッシュトマト、ニンニク、ハーブ、少量のオリーブオイルを使って風味豊かなソースを作ることができます。チーズはどう？モッツァレラチーズはピザの定番です。
ねっとりとした食感とまろやかな味わいがトッピングによく合います。すりおろしたパルメザンチーズを振りかけてさらに刺激を与えることもできます。完全に同意します。モッツァレラとパルメザンは最高の組み合わせです。ピザ以外に好きな料理のテクニックやレシピはありますか？私はベーキング、特にチョコレートチップクッキーやアップルパイなどのデザートを作るのが好きです。キッチンに漂う香りはとにかくたまりません。あなたはどう？ベーキングは素晴らしいです。私はパンを一から焼くのが好きです。聖地をこねて盛り上がるのを見るのは満足のいく工程だ。それに、焼きたてのパンの香りは最高です。レッスン18、キャリアパス。アンナさん、こんにちは。エキサイティングなニュースがあります。私の妹は地元の病院で看護師として働き始める予定です。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいニュースだ。看護はとてもやりがいのある高貴な職業です。彼女はどのようにして看護職に就こうと決めたのですか？彼女はいつも他の人を助けることに情熱を傾けてきました。自身の病院訪問中に看護師の献身的な取り組みを見たことで、彼女は医療を通じて人々の生活に変化をもたらそうと決心しました。それは本当に素晴らしいことです。看護師は患者ケアにおいて重要な役割を果たし、医療制度に大きく貢献しています。彼女はどのような看護専門分野に興味がありますか？彼女は小児看護を専門にすることに傾いている。彼女はもともと子供に親近感を抱いており、特に子供たちのニーズに合わせた思いやりのあるケアを提供したいと考えています。それは素晴らしい。小児科の看護には特別なスキルと子供と一緒に働くことへの真の愛情が必要です。彼女はきっとその分野で秀でるだろう。彼女の研修プログラムはどれくらいの期間ですか？彼女の研修プログラムは約2年間です。看護実践の課題に備えるために、理論的な授業と実践的な臨床経験の両方が必要です。それは包括的に聞こえます。理論的な知識と実践的な技能を組み合わせることで、彼女は将来の看護職に就くための準備が整うでしょう。彼女は特定の部署で働きますか？最初は、様々な部署をローテーションして総合的な経験を積んでいきます。しかし、彼女は未熟児のケアに強い関心を持っているので、彼女の長期的な目標は新生児集中治療室で働くことです。新生児看護には専門的な技術と優しいタッチが必要です。彼女が明確な目標を掲げているのは素晴らしいことです。彼女は看護のキャリアを始めることにワクワクしていますか？患者さんとそのご家族の生活に良い影響を与えたいと強く思っています。情熱を追い求める彼女の献身と決意を誇りに思います。彼女の前には明るい未来がある。看護は個人の成長と継続的な学習を可能にする充実した職業です。彼女が看護の旅で最善を尽くすことを願っています。親切な言葉をありがとう。あなたの願いを彼女に伝えます。私の妹のような人が、人々の生活に変化をもたらすキャリアパスを選ぶのを見るのは刺激的です。レッスン19、クリエイティブな招待状。アンナさん、こんにちは。小さな集まりを主催することを考えていました。友達を招待できたらいいな。メールで送信する簡単な招待状をデザインする方法について何かアイデアはありますか？こんにちは、ジョン。それは楽しい計画のようですね。シンプルな招待状としては、すっきりとしたモダンなデザインから始めることができます。
イベントの詳細には太字のフォントを使ってみてそれはいいはいかがでしょ考えだ。うか。太字フォントは重要な情報を目立たせます。カラフルなボーダーやアイコンなどの装飾的な要素を追加することもできます。絶対に。視覚的な要素を追加すると、招待状がより魅力的になります。集会のテーマに合った鮮やかな色を使用できます。レイアウトはどう？わかりやすくするために、イベントの詳細、日付、時間、場所を明確にセクションに分けたわかりやすいレイアウトにすることもできます。読みやすく、理解しやすいものでなければなりません。同感です。明快さが鍵です。また、集まりの簡単な説明や、持ち寄りやテーマイベントなどの特別な指示を含めることもできます。良い点です。追加情報を含めると、ゲストがそれに応じて準備するのに役立ちます。招待状の全体的なサイズと形式はどうですか？メールで送るので、標準的な長方形でも構いません。サイズについては、コンピューターの画面やモバイルデバイスにぴったり収まるように、適度に保つ必要があります。それは理にかなっています。招待状は誰でも簡単に閲覧でき、アクセスしやすいものにしたいと考えています。メールの件名について何か提案はありますか？キャッチーな件名は、受信者の注意を引くでしょう。日付を保存や、招待されました、などを使用できます。興味をそそり、ワクワクさせるためです。私はそれらの提案が好きです。説得力のある件名をつけると、友達はメールを開いて招待状を読むようになります。出欠確認オプションを含めるべきでしょうか？間違いなく。RSVP オプションを含めると、出席者数を把握するのに役立ちます。簡単な返信メールまたはオンライン出欠確認フォームへのリンクを提供できます。それは実用的なアイデアです。出欠確認をしておけば、それに応じた計画と準備が可能になります。最後に、メールの送信について何かアドバイスはありますか？メールを送信するときは、各受信者の名前とメールアドレスをパーソナライズすることが不可欠です。カスタマイズと追跡が簡単なメールサービスプロバイダーを使用できます。友達に特別な気分を味わってもらうには、パーソナライズが重要です。信頼できるメールサービスプロバイダーを利用することで、スムーズな配信が可能になり、返信の監視にも役立ちます。招待状のデザインを始めることにワクワクしています。レッスン20、クリエイティブな趣味。アンナさん、こんにちは。最近新しい趣味を探求しています。創造性を表現するさまざまな方法を見つけるのは面白いです。それは素晴らしいアイディアですね。こんにちは、ジョン。私も同感です。新しい趣味を試すことは、エキサイティングで充実したものです。これまで探求してきた趣味にはどのようなも私のがありますか？は絵を描き始めています。リラックスして自分の芸術的な一面を解き放つのに最適な方法です。趣味を楽しくするにはどうしたらいいの？それは素晴らしい。趣味を楽しくするには、挑戦と楽しみのバランスを見つけることが必要だと感じています。本当に興味のあるアクティビティを選ぶと助かります。それは理にかなっています。興味をそそる活動に従事することで、モチベーションが保たれます。特に楽しいと思う趣味は何ですか？写真撮影はものすごく楽しいと思います。瞬間を捉えたり、様々な構図で遊んだりすることで、自分の創造性を表現することができます。あなたはどう？写真は魅力的に聞こえます。
私が楽しんでいるもう一つの趣味は楽器を演奏することです。美しいメロディーを作り、音楽を通して感情を表現するのはやりがいがあります。それは素晴らしい。楽器を演奏することは自分の感情とつながり、情熱を他の人と分かち合う素晴らしい方法です。他に何か趣味を試したことはありますか？はい、ガーデニングも始めました。植物の世話をして成長を見ていると、日々の生活に達成感と静けさが生まれます。ガーデニングは素晴らしい趣味です。自然とつながり、美しく平和な環境を作り出すことができます。新しい趣味を見つけるコツはありますか？絶対に、新しい趣味を見つける一つの方法は、自分の興味を探ることです。ワクワクするようなアクティビティや、ずっとやってみたいと思っていたことを考えてみてください。大切なのは、自分にとって喜びの火付け役となるものを発見することです。完全に同意します。様々な趣味を試したり、様々な興味を探ったりすることは、新しい情熱や隠れた才能を発見することにつながります。将来、探求したい趣味はありますか？新しい言語を学ぶことを考えています。身につけるのは魅力的なスキルで、異なる文化の人々とつながる機会を広げてくれます。レッスン21、クリエイティブな趣味。アンナさん、こんにちは。旅を計画していて、それを最大限に活用したいと思っています。新しい経験を受け入れるためのヒントはありますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしい考え方です。一つのヒントは、自分のコンフォートゾーンから出て、普段はしないようなことを試すことです。ワクワクしますね。私のコンフォートゾーンから一歩踏み出せば、旅は間違いなくもっと思い出深いものになるでしょう。他に何ができる？オープンマインドであることが重要です。異なる文化、伝統、視点を取り入れましょう。地元の人々と交流し、彼らの経験から学びましょう。絶対に、地元の人々と交流することで、目的地についての真の洞察が得られます。視野を広げる素晴らしい方法です。もう一つのヒントは、郷土料理に浸ることです。伝統的な料理を試して、その地域ならではの味を探ってみましょう。それは素晴らしいアイデアです。食べ物は文化への玄関口です。郷土料理を試してみると、その目的地をより深いレベルで体験することができます。さらに、好奇心を持って質問してください。旅行仲間や地元の人々と会話して、彼らの話についてもっと学びましょう。同感です。好奇心は発見を促します。有意義な会話をすることで、新しい視点や洞察が得られ、私の旅が豊かになります。写真を通して瞬間を捉えることを忘れないでください。写真は素敵なお土産にもなり、体験の思い出を残すのにも役立ちます。写真は私の旅を記録するのに最適な方法です。旅が終わった後でも、その特別な瞬間を追体験することができます。また、時間をかけてそれぞれの経験を振り返り、感謝してください。静寂の瞬間を見つけて、周囲の美しさを吸収してください。リフレクションは重要です。少し立ち止まって旅を味わうことで、私の全体的な経験が向上し、心に残る思い出が生まれます。最後に、旅行記をつけてください。自分の考え、観察、思い出に残る出会いを書き留めてください。後で旅を振り返る素晴らしい方法です。
旅行記をつけることは素晴らしい提案です。それは私がその瞬間を大切にするのに役立ち、私の経験の個人的な記録としても役立ちます。新しい体験を受け入れるということは、未知の世界に心を開き、自分のコンフォートゾーンから一歩踏み出して、旅の美しさを受け入れることです。素敵な旅を。貴重なヒントをありがとう。心を開いてこの旅に出て、これからやってくるすべての新しい経験を受け入れることができてワクワクしています。